こんばんは。あなたのマイテレビ錬金 TV のボスケです。いやね、冒頭でねちょっとねいろいろ考えました。有名 YouTuber よくやるじゃないですか。挨拶の時にブンブンだとかね。私もねそういうのないかなと思ってね考えたんですよ。まずね、双眼鏡を持ってこんばんはですよね。こう双眼鏡を持ってこんばんはで、あなたのマイテレビっていうのは、マイがねマイクロスコープで、テレがねテレスコープで、ビがねビノキュラーとね兼ねてます。あなたのマイテレビ錬金 TV のこの手がね L の字になってますよね。錬金 TV のボスケです。これでねこれから行こうかと。いきますよ。こんばんは。あなたのマイテレビ錬金 TV のボスケです。はい。ということでね、オープニングにね、双眼鏡をね、使います。もしね、この双眼鏡をね、見せてほしいっていうものがあればね、そっちの双眼鏡に切り替えたいと思いますが、なるべくね、小さい双眼鏡を使いたいと思います。さて、今日はね、ビクセンさんからね、新商品がね、出ましたので、これをね、開封します。今日はね、きっとね、すぐにね、商品が出ると思いますので、これはね、三脚アクセサリーポーチですね。このような商品です。これね、本当にね、最近発売されました。まずこのね、紙を取っちゃいましょう。はい、こんな感じです。これね、いわゆるね、チョークバッグですよね。なんか、クライマーさんが、ここにね、チョークを入れてね、手にチョークをつける、あれです、あれ。あれをね、最近ね、ファッションとして、こういうところにね、かけてね、以前だったらね、ウエストポーチだとか、最近はサコッシュみたいなのが、流行ってたと思うんですけれど、特にね、今ね、こういうチョークバッグをね、身につけてるね、若い人がね、多いらしいです。私はね、あんまりね、最近都会の方に行ってないので見かけたことはありませんが、流行ってるらしいです。でね、このビクセンさんもね、その流行りに乗ったのかどうかはわからないですよ。このようなね、チョークバッグ型の、アクセサリーポーチっていうのかな。それをね、発売されたっていうことです。見た目はね、真っ黒でね、シンプルなんですけれど、ここにね、ビクセンのロゴがありますね。多分ね、ビクセンさんもね、もうちょっとね、柄をね、冒険したかったと思うんですけれどね、何せね、ポラリー U だとかね、そういうところにね、使うものですので、あんまりね、若い子向けに作ってもね、多分ね、売れないでしょうね。私のようなね、中年系のね、おじさんでもね、抵抗なく持てるようなね、シンプルなデザインに仕上がってます。最近ね、防振双眼鏡もね、色がね、黒くなりましたよね。ただね、これがね、ヒットすればね、他のね、カラーバリエーションが出るかもしれないのでね、皆さん安いので、ぜひ買ってみてください。ということで、早速ね、三脚につけてみましょう。付け方としてはね、2種類ありますね。多分併用した方がいいと思います。一つはね、これでくくりつける方法で、もう一つはね、かける方法。こうしてね、くくりつけてね、かけちゃえばね、落ちないわけです。おっと、画角失礼でね、やっぱりね、ここにあるね、メリットっていうのはね、ここに物が入れられるっていうことなんですけれど、ポラリー U でね、使うとしたらね、やっぱりね、外部電源をね、ここに入れておくっていうね、使い方がまず想像できますよね。他にはね、例えばね、レンズヒーター、ポラリー U をね、外部電源で使わないよっていう人もね、例えば外部ヒーター用の電源をね、入れておくこともできますよね。さて、それではね、このね、バッグね、実はね、ポラリー U がね、入れられるようになってるらしいんで、ちょっと入れてみましょう。私ね、実はね、強化パーツもね、つけてるのでね、入るかどうかちょっとわからないです。入らなかったらね、ごめんなさい。はい、それではね、入れてみます。やはりね、純正の強化パーツではないのでね、一緒に入れることはね、ちょっときついですね。あと一応ね、この素通しファインダーもね、つけたまま入れられますが、ちょっとこれがあるとね、引っかかる感じがします。ということでね、私はね、ちょっと強化改造しちゃってますので、高さがね、足りませんでしたが、ノーマルで使う人はね、ちょうどぴったりなバッグですので、ノーマルで持ち運びたい人はね、これはね、ぴったりなアイテムだと思います。とは言ってもね、ちょっと私は実は盲点だったなと思って、ちょっと反省してます。一度ね、これをきれいに戻して、他に使ってくれる人がいないか探したいと思います。一応こうして紹介することで人のためにはなったかなと。思いっきりポジティブな思考。これでね、元通りのね、商品になりましたので、これをね、使ってくれる方をね、また募集したいと思います。人間ね、いろいろ買ってりゃね、こういうこともありますよね。そういうことです。というわけでね、今回もご視聴ありがとうございました。